こんにちは、ついてるチャンネルです。今回の斉藤ひとりさんのお話は、あなたに幸運をもたらしてくれるお話です。私も人間関係で悩み、苦しみ、辛い時に斉藤ひとりさんのお話を聞いて乗り越えることができました。ぜひ7回聞いてください。このコンテンツが良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは。この CD は聞くだけであなたに幸運をもたらします。最低でも7回は聞いてください。なぜ7回以上聞くかを説明します。それは7回以下ではダメだからです。この前ね、そろそろ全国回ってみんなの顔見たいなって言ったら、本当ですかって言うから、本当だよって言ったらね、公演の予定ずーっと入れられちゃって、毎日だよこれ。風邪ひいても休ませてくんないんだから。えらいこと言っちゃったと思ってんだけど。私、中学しか出てないんです。知ってますね。で、実はその中学もほとんど行ってないんです。だから、中学でだってだけで学歴詐称なんじゃないかと思って、心配してるぐらい行ってません。ただ学校嫌いとか、今流行りの登校拒否とか言うんじゃないんです。私の場合は、学校が大好きなんです。ただ、起きると昼だったんです。で、私ね、目覚めるとね、すぐ学校行くんです。いい子の特徴らしいですね。で、いい子は目覚めると学校らしいですよ。で、行くとね、みんなが集まってくるんですよ。それでブワーッと盛り上がるんです。で、盛り上がると帰ります。大体そういうような、明るい学生生活を送っておりました。それでね、ひとりさんって幸せでしょって、幸せだよって。悩みありますかと。悩みないの。よく人間生きてれば悩みは絶対あるって言うけど、嘘だよあれ。ない人はないんだよ。で、悩んでるやつはずーっと悩んでんだよ。で、私ね、悩みないんだけど、人生で1回だけあったの。人生最大の悩みが1回あったの。で、それは本当に壮絶だったの。で、その悩みに比べたらもうみんなの悩みは悩みのうち入らない。もうみんな自分の悩み最高です。それで、どんな悩みなんですかって。人生でいつ頃ですかって。幼稚園から小学校に上がる頃。早いでしょう。その頃に人生最大の悩みですかと。で、それでね、どんな悩みなんですかって言うと、人間って死んだらどうなんだろう。人間って死んだらどうなっちゃうんだろう。で、そのことばっかり考えちゃう。親にも会えないのかなとかね。友達にも会えないのかな。だって亡くなっちゃうってのは分かんないの。真っ暗になっちゃうのかなとか、真っ暗で、なんか最初は真っ暗のところで落っこってくような気がしたの。でもそれもないのかな。何にもなくなっちゃうって何なんだろう。なんか妙に怖かったの。で、またそういうことを思わせる事件があったの。まあ、飼ってた猫が死んだだけなんだけど、俺としては可愛がってたからね、ショックですよ。まあ大きいです。それで、こっから先信じられないような話なんだけど、私の話、信じられない話多いです。信じられない人は自分が普通だと思っててください。俺は正常だと。ただ、普通は辛いよって本出てますから、普通より、ちょっと言っちゃってる方が楽しいかも。普通って普通だからね。日本人って普通大好きだけどさ、普通って真ん中だからね。100点満点で50点だよ。きっとお母さん50点だったら怒ると思うよ。子供だったらね。自分は普通でいい、普通でいいって言ってるけど、普通よりちょっと上の方がいいよ。
で、今、俺が話してる話、普通よりちょっと上の話してんだよ。それでね、自分が正しいと思ったときは、正しいって言っちゃダメだよ。よく覚えてきなよ。自分が絶対これ正しいって言ったとき、私が正しいんですって言うと必ず喧嘩になるからね。そういうときは必ず、自分は少し変わってますから。私変ですから、こういう考えもあるけど気にしないでくださいって言って言わないと、その前にいろんなこと言ってた人が全部反感買うからね。で、精神論って喧嘩しないってことだよ。敵を作らないっていうのが精神論だよ。だから精神論で喧嘩してるやつおかしいんだよ。宗教同士で喧嘩してるとかっていうのはね、右の方を打たれりゃ左の方を出しなさいとか言いながら宗教家ってすぐ喧嘩するんだよ。もうね、ここでいろんなことを聞くとね、普通の人より頭良くなっちゃうから。頭良くなったら、頭いいふりしちゃダメなの。私少し変ですからって言わないとね、ダメだからね。精神論でさ、揉めたらバカバカしいからね。揉めないことです。それで、ある種ね、悩んでたらね、光の玉出てきた。で、その光の玉が出てきたらね、死ぬとどうなるか教えてくれたの。で、ああ、こういうことかって。ああ、人間って死ぬとこうなるんだ。ああ、大した話じゃねえじゃねえか。そんな心配することないなって分かったの。じゃあその光の玉ちょくちょく出てくるようになったの。で、いろんなことを教えてくれるの。で、今日その中からいっぱい話してると時間ないからね、4つだけ話す。ただ、大した話はないよ。神様が教えてくれる話って大した話ないの。で、今まで言わなかったのは言うほどの話じゃないの。ただ、私はその通り生きてる。で、すごい効果は絶大なの。で、大人ってさ、この光の玉からなんかいろんなことを教わりながら大人になるのかなと思ったの。みんなに出てくるのかなと思った。親にも出ないの。友達も出ないのね、その光の玉って。俺にしか出てこないの。で、その中の4つ話すからね、聞いて帰ってね、今一生懸命メモしてくれてるけども、メモするほどの話はないんだ。まあ、ただメモしないとね、癖の人いるからさ。で、ほとんどの人書いてみないんだってね、あれね。ただ書くと分かりやすいのかな。で、書いてていいですよ。幸せのなり方。光の玉にね、幸せのなり方聞いたの。だって死ぬの怖くなりたくなかったらね、幸せになりたいよね。人生でね。で、幸せってどうやってなるのって聞いたの。そしたら、すんごいバカバカしい。だけど、その通りにやるとうまくいくの。ただ、みんなが思ってるほど、この話は簡単な話じゃないんです。すごい深いです。深さ50センチです。書いた？大事です。一番大切だからね、書いといてね。50センチ。深いでしょ？深いでしょうね。昨日まで30センチだったんだけど、そう20センチ今日増えたんだ。だんだん深くなるからね。幸せになりたかったらね、何も望んじゃいけない。それから何にも変えようとしちゃいけない。わかる？何にも望んじゃいけないの。例えばこの指もうちょっと細かったらなとかさ、自分の足もうちょっと長かったらなとかね、うちの舅がさ、もうちょっと小言少なかったらなとか、一切望んじゃいけない。でね、と
人は望みだと思ってるの。だけど波動的に言うとそれ不平なの。で、不平不満を出しながら今日から明後日って向かってると、出してる波動と同じ嫌なことが起きるの。だから嫌なこと呼び寄せちゃうの。それより、日本に生まれて幸せだなとか、ご飯食えて幸せだなとかね。何でもいいの。ね、今日目覚めて幸せだなとか。で、今日目覚めなかった人いっぱいいるんだよ。で、そういうの送られ人っつってね。今映画化検討されてんだよ。すごい映画にしづらいらしいよ。なんだセリフがないからね。それで、幸せだなとかね、感謝してるよとかね、言ってこうやって生きてるとね、今日から明日、明日から明後日、1年経ち2年経つと、いいことがだんだんこう大きくなる。雪だるまみたく大きくなる。で、普通の人が幸せになれないのはね、今日ひとりさんから聞いたから幸せって言おう。明日になって愚痴言ったり泣き言言ったりするんだろ。で、またいけないとかって、またいいこと言ったりするんだよ。ね、プラスマイナス、毎日やってっからいつも0点なの。いつも0点なの。で、中にはね、マイナスじゃない100万点みたいなの、ちっちゃい時から泣き言とか愚痴しか言ったことないの。でね、斉藤先生、私は不幸なんだ。小さい時親に捨てられて預けられて大人になってからもいじめられててずーっと言ったの。俺ね、あんたおかしいと思ったことないって。なんであんただけ不幸なのって。なんでそんなに嫌なことばっかし起きるのって。ね、被害者だと思ってるけど自分が呼び寄せてるの。じゃなかったらそんなに悪いことばっかり来ないよ。本当に。でね、そういう人の特徴なんだけどね、こういう人が悪くてとずーっと言ってんだよね。で、いい人もいたんだよ、人生に。親切にしてくれた人もいるんだよ。そういう人のこと忘れちゃってんの。全然言わないんだよ。ね。で、悪いとこにだけ焦点合わせてずーっと言ってんだよ。ね。だって周りにいい人いっぱいいるんだよ。ね。いじめなかった人とかいっぱいいるんだよ。かばってくれた人もいるんだよ。そういう人のことはね、頭全然いかないの。悪いことばっかし言ってんの。それ特徴だよ。特徴。これ調べてみな、今度。成功してる人は成功する特徴があるの。この世の中法則ってのがあるんだよ。ビルの上から飛び降りたらみんな落っこって死ぬんだよ。俺だけ上に落っこちましたとかっていないんだよ。これね、歴然たる事実なんだよ。うちの会社ね、すごい変わってるの。おそらく、会社の社長でこんなこと言ってんの俺だけだと思うよ。だって、うちって銀座マルカンって言うんだけども、正式名は銀座日本漢方研究所っていうの。で、何が変わってんですかって、誰も研究してない。だって研究員いないんだもん。で、俺も研究してないの。ね。で、どうやってやるんですかって言うとね、頭の中で例えば膝に良くて腰に良くて、で、こういうの欲しいなって願うの。と、1ヶ月後か2ヶ月後か3ヶ月後、ポーンって出てくる。だいたい1ヶ月ぐらい出てるの。と、それがポーンと出るの。そうすると、その処方を書いて、これで作ってって言うと、できる。で、そんなんでできるんですかってできる。ただ、その間に、楽しくしてないとダメなの。その間ね、少しでも悩んだり苦しんだりするとダメなの。そうすると、悩みと苦しみが小心に入っちゃうの。そうすると、必ず今度売るのに苦しむの。いろんな形で苦しむの。だから発明貧乏っているけど、発明楽しくしないとダメなんだよ。で、苦しんでしちゃダメなの。だから、食事のバランス取ってさ、とか、こんな青汁みたいの欲しいな、とかって言うと、うちの青汁みたいなのがポンとできるの。で、それをこう、
作るのね。で、それだけで困らないだけ売れて生きていけるの。別にたったそれだけのことなの。で、自分に出ないものはどうするんですかって言うとね、自分に出ないものも実はあるの。そうすると日本中、世界中一番出やすいところへ出るの。ポンってその人に出ると、例えばさ、いつまで若くいてシワがなくてこんな化粧品欲しいなって念じるでしょ。そうすると、自分に出ないと、どっかの学者さんとかに出るの。で、出るとその人は、うちに持ってきて、ひとりさんこれ商品化してくださいって来るの。で、その人は自分で考えたと思ってる。違うの。俺が念じたからその人へ出た。本当なんだよ。だってね、俺が念じて、俺が思ってる通りのものを見ず知らずの人に出て、わざわざ俺のとこに持ってくるわけないでしょ。そんな偶然ありえないでしょ。で、これを牽引の法則っていうの。で、念じ方で牽引して持ってくれるの。で、あと俺話してる間ほら、神様って言葉が好きなの。連発するからね。気にしないでね。で、私その光の玉のことを神様だと思ってる人なの。で、知らない人はね、ひとりさんのとこって宗教団体ですかっていうとこあるのね。で、うち宗教団体じゃないんです。なんでかというと、宗教団体って税金いらないの。で、俺、日本で一番税金払ってるんです。ただ、宗教がいけないって言ってんじゃないんだよ。あれはあれで、存続してるんだから、意義があるから、みんな宗教やってる方は信じたものをずっとやってるといいよ。自分の信じたことやるのが一番いいからね。ひとりさんの言ってることは、たまに変わった人の話聞くのもいいからね。その程度で十分だからね。不思議な話もっとするね。人間ってね、生まれてくる前に自分の人生決めてくるの。これこういう人生を大まかに決めてくるの。だったって決めてきて、こんな人生を送るよって決まってるから、みんな自分の人生大体知ってんの。で、適当になってくると、困難という修行が出てくるんだな。お時間が来ると出てくるんだよ。で、どんなに逃げようとしても出てくる。で、出てくると、その問題であっちぶつけ、こっちぶつけしながら、魂って成長するようになってる。だからよくね、悟ると悩みがないんじゃないんだよ。悟ったって悩みなんかあんだよ。ただ悟ると、問題が出てきて悩みながら魂が成長するってことが分かってるから、そんなに恐れなくなるだけなの。わかるかい？お時間が来ると出てくるの。で、大体自分の人生決めてんの。で、大体はね、ほとんどの人は決めた通り。だってプラスマイナス0点なんだもん。だから決めた通りしかいけないんだよ。で、これプラスに変えてっちゃえばいい人生になっちゃうし、マイナスに変えていくとね、落っこってっちゃうんだよ。だけどほとんどの人はね、決めた通り。俺は俺の人生知ってるの。中学校の時先生が、斉藤君これから国際化されるから英語ぐらいできなきゃダメだよって。で、俺、英語の本こうやってじーっと見ててね。あ、先生これいらない。わかるの？で、方程式もそうなの。斉藤君方程式ぐらいできないとダメだよ。で、その方程式じーっとこうやって見てると、あ、先生これいらない。で、先生は斉藤君はできないと思ってる。で、斉藤君はいらないと思ってる。それで、先生はね、覚えろって言うからね、俺、義理で覚えたの。義理なの。それでね、俺たちの頃ね、本の英語の最初はね、I am a boy ってやつだったの。それが1行目だったの。で、俺ね、1行目だけ暗記したの。そしたらね、1回も使わないうち、ボーイじゃなくなっちゃったの。
から一行もいらなかったんだよね。やっぱ俺の方が正しいんだよね。で、英語がいらないって言ってんじゃないんだよ。英語が必要な人はあれを見ると心地よく聞こえるの。魅力的に聞こえるの。方程式使う人は方程式見ると知恵の輪みたく楽しく見えるの。で、使わない人は見えないの。だからこの中でも使わないのにワクワクしないのに覚えた人いるでしょ。で、卒業してから1回ぐらい使った？使わないでしょ。あれね、ワクワクするようになってるの。話ちょっと余分にそれちゃうんだけどさ、よくさ、私、芸能人になりたいとか、劇団入りたいのとかって言ってる人いるでしょ。傍から見てて絶対無理だってなんじゃない。絶対売れないぞみたいなあるじゃん。あるじゃない。でもね、本当にやりたい時ってそういうところへ行って友達ができたり知り合ったりだから、そこでまた就職先がめっかったりというように、本当にやりたいところへ行くと道はしらけてるの。だから芸人になれないかもわかんないけど、そこでいろんなことを学ぶようになってんだよ。だからワクワクする方、それを他人が見ててダメだよとかいいよとかって言うべきもんじゃないの。人間って悲しいけど、ほら、自分の経験で物言うじゃん。だから学校の先生は、方程式絶対いるぞとか、英語いるぞとかって。で、なんでああいうこと言ってるかというと、自分がいるからな。だって学校の先生になるのいるんだもん。ね。いや、俺は学校の先生になる前、お前焼肉屋だったんだよとか、送り人やってたんだよとか、そういうのいないでしょ。だから自分の経験で物言うからできないと困るぞ、できないと困るぞって言うけど、方程式とか英語とかいらない仕事って山ほどあるんだよ。本当に。神様は誰も困らせない。でね、困らせるっていうのは、この子のためだとかって言って、上の人間がデタラメ言うんだよ。これがその子を困らせてんだよ。俺なんか遅刻していくと先生が自分の隣にね、机出して待ってて、こういう状態で俺勉強してたんだよ。だからみんなに見られるの慣れちゃったの。だから神様は将来こういうことするって知ってたんだな。それでなんていうの、先生も可愛い生徒はそばに置きたいらしいんだよね。それでね、まあエコシーキってやつだろうな。それでね、例えばだよ、花江ちゃんいつも笑ってばっかりじゃダメだよ、先生言うでしょ。いつも笑ってる人ってね、受付とかやると最高なの。ね、のぶちゃんお前暗い顔してちゃダメだぞって言うけど、ずっと暗い顔してられるってのは才能だからね、あれ。送り人とかだってすごくいいんだよ。だからね、直すより生かさなきゃダメなの。あとね、大人ってね、自分たちにないものが出てくるとびっくりしちゃって頭錯乱しちゃうの。で、テレビ業務なんかこうやって一日やってるとね、大丈夫かとかって言うけど、テレビの前一日座ってられるって才能なんだよ、あれ。ああいうのはね、なんかプログラマーだとか、ああいう仕事やってね、向いてるんだよ。で、自分たちの頃にはないから、だいたい親って子供の20年遅れだから。で、20年前の知識でしか物を言わないからね。メールばっかしやってとか、ああいうこちょこちょやるの仕事が必ず出てくるの。で、それで生かされて生きていくの。お前それ才能だよって。一日テレビの前に座ってるような仕事考えなって言うと、それでうまくいくの。嘘つくと報いがある。みんな覚えててよ。子供いるでしょ。子供にね、学生時代、お前今が一番いい時だぞって。あれ嘘だよ。
本当だよ。爆睡時なんか一つも良くないよ。じゃあお母さんもう一回学校行くって絶対嫌だって行かないんだよ。ね。だから本当のこと言ってね、お前な、今一番辛いぞって。だって、なんていうの、宿題って残業だよ、あれ。社会出たら残業って残業でやってくれんだよ。ね、クラブ活動の先輩でもな、靴下洗っとけとかね、あんなイボっての社会出たらいないよ。会ったことないよ、ああいうの。ね。今、お前一番辛いだよって。だけど、もうちょっと経ったら社会出て、それ段階だからなって。お母さんたち楽しいよって。それをお母さんは大変なのって。ね。家計のために働きに行ってて。嘘だよ、あれ。家にいたくないんだよ。これ、あれ、知ってるか本当なんだよ。ほいでね、お父さんが稼いできたもんはみんなのもんだけど、自分の稼いだやつは自分のもんなんだよ、あれ。ね。でね、本当のこと言うと、子供って、あ、そうなんだって。社会へ出たら楽しいよって。それをあんまり脅かすから、社会へ出んの怖がっちゃう。で、卒業の頃になっていくとね、専門学校行きたいんですって。専門に勉強するほど好きじゃなかったろって。あれね、脅かした報い。あんまり脅かすと、子供の方もビビっちゃうから。ね。それからね、最近多いのはね、20歳ぐらいになっても子供言葉喋る。わかる？女の子やなんかでね、子供言葉喋る。でね、子供みたいな格好するの。わかる？大人になりたくないの。で、お母さんたちの言ってることを真に受けちゃってんの。本当は楽しいの。もう PTA で付き合わされてカラオケで嫌なのって嫌じゃねえんだ、本当は。本当は行った時がっちり歌なんか歌ってんだよ。嘘つくと報いがあるよ。私は中学しか出てないから、中学で最高です。だって高校で3年大学だよね。先行っていいんだもん。マラソンだって7年先走って行ってたら、大概勝っちゃうよ。本当に。で、大学行ってる人はね、今時大学ぐらい行かなきゃダメだよ。大学で最高だよって言えばいいの。で、高校での人は高校で最高ですよって。なんたって中間が一番いいんですよ。偏ってるやつはダメですよ。何でもいいんです。女性はね、女性最高ですよって。男に生まれた男最高ですよ。ホモの人、ホモ最高ですよ。で、この前もホモの人が、私、男性が好きなんだけど、いいんですかねって悩んでんの。いいんだよって言ったの。男が男好きだろうが、女が女好きだろうが、愛する心があるんだよ。一番大切なのは愛があるかないかなんだよ、人生って。だから愛があるんだからいいんだよ。って言ったら、本当ですかって言うから、そうだよって。ただし、俺だけは狙うなよ。書いて。ここ、一番肝心なところだから、しっかり書いといてね。肝心なとこは教えますからね。試験に出ますからね、そこはね。幸せになり方って、それだけ。もう一個だけ例題出すね。私不幸なんです。誰か私幸せにしてくれる人いねえかな。向こうからね、俺不幸なんだよって。誰か俺幸せにしてくれる女いねえかなって。盛り上げてるね、そこでね。大丈夫笑いすぎた。それでね、不幸な人同士がくっついて結婚するとね、みんな良かったねっていうの。これで幸せになれるねっていうの。と、不幸足す不幸はダブル不幸だよ。なんで不幸同士が結婚して幸せになるの？足し算習ったでしょ？ね、それより俺今幸せなんだよ。
だから結婚しても幸せだし、しなくても幸せだよって言うと、そういう人が出てくるの。俺今幸せでしょうがねえんだとかね。私幸せなのよ。で、幸せな人同士がくっついた時初めて幸せになるの。ダブル幸せなの。わかるかい？ダブル幸せかダブル不幸しかないの。だって波動の合わないのくっつかないんだから。わかるかい？どっちかしかないんだよ。片っぽは幸せで片っぽ不幸とかってないよ。だって、大概戦いになってるのは違うからね。お互い不幸なんだからね。幸せのなり方ってさ、今すぐ幸せだって。で、これを歩いて続けていけばいいの。そうすると不思議なことがいっぱい起こり出す。これ、波動の問題なんだよって。成功の仕方いきます。成功の仕方。幸せになったら、幸せな人生だと成功もした方がいいよね。で、成功の仕方どうやってやんのって聞いたら、成功とは助けた数である。自分が助けた数なの。だから、ひとりさんのおかげで助かったっていう人がいっぱいいれば成功するの。今、私、この、癌は治る、癌は治せるって本を進めてるの。で、ちなみに言うと、これ俺書いたんじゃないの。この人知らないね。でも、いい本だから進めてるの。で、進めてこれで助かったら、なぜか俺に感謝してくれるの。感謝している人が多いと、なぜか成功するの。うちの会社の売り上げ倍にしたかったら、よく販売会議開いたりとか、作戦会議開いたりとか、いろいろやるじゃない。戦略会議とか。だけど、あんなのやんなくったって、ひとりさんがこの世にいてくれて助かったっていう人が倍になればいいの。で、そういう人が買ってくれるんじゃないんだよ。回り回って売れるの。だから、ブティックやってる人が、人助け一生懸命してるじゃない。この本じゃなくてもいいんだよ。何でも。人からあなたがいて助かったということをいっぱいしてると、そういう人から買いたいって言って、なぜかいろんなとこから人が集まってくるの。で、そういうとこってそういう波動だから、そういう人ばっかしになるの。そうすると、なぜかそこにサークル見たくてみんな楽しくてね、どんな不況の時もそういうとこってね、賑わってる。で、そうじゃないところってね、もう作戦ばっかしはあっちで作戦考えて、こっちで作戦考えて、やったりやられたりずっとやってんの。だって潰しっこだよ、あれ。やめた方がいいよ、あんなの。助け合いの方がいいよ。あと、競争ってやめた方がいいよ。競争するより協力した方がいいんだよ。俺、この話したらね、青森のね、先生で、学校の先生がね、試験見せ合いっこしてみなって。見せ合いっこしたら、すごい全員点が上がるから、全員100点になっちゃうんだよ。ね？でね、普段仲良くしなって言ってても、試験の時は見ちゃいけねえぞとかって言うから、おかしいんだよって。だから試験の時、助け合って知ってるやつは、この問題知ってるって、その試験やってごらんって、1ヶ月に1回でいいからやってごらんったらね、やり始めたの。そしたら、ものすごくみんな仲良くなって、で、いいかい？全員が100点だと合計点ってとんでもない数字になっちゃうんだよ。わかるかい？ね？だから会社でも何でも助け合えば、うちの会社ってみんな仲いいんだよ。で、絶対競争しないんだよ。で、競争すると伸びるようだけど嘘だよ。協力した方が絶対得なんだよ。で、人間って協力する動物なんだよ。それを競わせるのが大好きだけど、やめた方がいいよ。総合点数になったら、相当ガカンと落ちるよ。ね、だから個人プレーみたいな、ボクシングみたいなのいいんだよ。だから俺たちボクサーじゃないからね。俺たちは助け合った方が絶対得だよ。エネルギー療法でも教わった人はさ、人助けすればいいの。さっき俺がそこから上がってきたらさ、みんなが拍手してくれて、ひとりさんだーっつって喜んでくれたの。俺がここから来た時、ひとりさん来たから帰ろうって言われてみな。嫌でしょ？で、日本人ってね、成功するためには人の足引っ張ったっていいんだとか、少しぐらい悪いことしたっていいんだって言うけど、
人に嫌われたら成功じゃないんだよ。人に嫌われて成功者だとするのおかしいんだよ。ねえ。金だけ持ってりゃ成功者だと思ってるけど、嫌われてる奴は成功者じゃないよ。ね。みんながあの人に会いたいとか一緒にいて楽しいって言って初めて成功者なんだよ。だから神が言う教えってね、難しいこと何にもないの。できることだけすればいいの。この話したくないんだよ。だけど本当はしたくてしょうがないんだよ。俺今全国講演会回ってるけど、俺1円ももらったことないんだよ。俺旅館だよ。俺自分で出してんだよ、これ。ひとりさん講演会ちょくちょくやってくださいって嫌だよ、俺。俺大変な立場なんだから。本当に。講演会で食ってんなら別だけど、旅館代から高速代まで全部出してきてんだよ。ね。だけど、ひとりさんに会って、ね、良かったとか得したっていう人がいっぱい出てくると、なぜか俺の仕事はうまくいくの。だから損はしてないんだよ。ね。だから、何言いたいのかって。嫌われるようなことして必ず戻ってくんだよ。この世には円の法則って、宇宙には円の法則ってなんだよ。地球も丸いんだよ。丸い地球は円を描くんだよ。ね。すべてのものは円を描くんだよ。で、俺があって言うとみんなに聞こえるってことは広がるんだよ。広がって戻ってくんだよ。人の嫌がることとか泣き言言ってると必ず戻ってくんだよ。で、いいこと言ってるといいことが必ず戻ってくんの。わかる？借り入れの法則って自分の蒔いた種しか枯れないんだよ。で、ろくでもないもんばっかし蒔いてるから、ろくでもないもん借り入れさせられんだよ。ね。人が喜ぶことしてると、喜びになって帰ってくるんだよ。わかるかい？ね。成功の話終わっちゃったよ、もう。経済の話します。いい講演会だよね。何言ってもいいんだもんね。こういうのはね、表に出ない話ばっかし。今日この話聞いた人得だと思うよ。この不況は最低6年続きます。覚えておいてください。なぜ6年続くか説明します。続くからです。以上です。今ね、本も出ます。もう出た？それから、ボランティア CD も出ます。オバマさん頑張ってます。ダメです。麻生さん頑張ってます。ダメです。申し訳ないけどダメです。海が敷いちゃってんのと同じなんです。敷潮ってね、蓄えてあったプールの水まいたり、井戸から水汲んで海投げたぐらいで、上げ潮にならないよ。すごいよ、産を組んでとかって言うけど、あんなの海に世界の経済に比べたら、バケツの水まいてるようなもんだよ。あの程度でね、上がってくるようなもんじゃないの。で、上がる時期が来れば来るの。で、潮が敷いちゃってんの。敷いてんだから、アサリ取ったり、ワカメでも取ってりゃいいんだよ。それをね、一生懸命つぎ込んでるから、あれつぎ込んだ金全部俺たちに後で返ってくるからね。全部、何倍って取られるからね。金利がくっつくからね。だけどまあ仕方がない。今の人たちは、来ることすら予測できなかったんだよ。で、そういう人が立ててる対策なんかダメ。だって来るのがわかんねえんだもん。で、対処の仕方なんかわかるわけないじゃない。ね、6年続きます。だから6年間生きていけるように自分たちで考えな。で、うちの会社は去年の初めに、これから途方もない不況が来るよと。いろんな人教えてやったの。誰も信じないの。ね。で、ろくでもねえことは信じんだよ。
で、不況が来るよってもね、テレビも何にも言ってないからとか。21世紀の時かな。ノストラダムスの大予言っていうのがあって、1999年か。あれに地球に隕石がぶつかってとかって、くだらねえことは信じるの。でね、俺にね、うちのお弟子さんまでね、あれ大丈夫ですかって。何にもねえよって言ったの。ないもん。で、今度ね、それがないっつってんのに今度はね、今度何年にアセンションとかってのが起きて、これはどうなんでしょう。何にもねえっつってないんだよ、本当に。斎藤一人大予言って何にもありませんって1ページで終わっちゃうんだから。ほいでね、あるやつはあるよって言っても今度信じないの。で、来ないやつは信じるの。で、次に教えてあげると、次は絶対信じますからって言ってるけど、それでもまだテレビ見てて、テレビで言ってないから。土地屋なんか下がるよって言った時、土地は絶対下がんないって言ってたの。上がったもんで下がんだよ。ずいぶん前に戦艦大和は沈まないって言ってた時あんだよ。鉄の船沈むんだよ。で、沈んでみりゃ当たり前なの。だいぶ前にね、ロシアが崩壊した時ね、ロシアには食べ物がなくて世界中で流れたの。大変なことになっちゃう。その時俺がずっと見ててね、この人たち地下室に食べ物すごい隠してるよって言ったの。そしたらあとね、1ヶ月ぐらい経ったらね、倉庫から食い物がどんどん出てきたの。ね。で、ひとりさんどうして分かったんですかって。だって出てくるやつ全員デブなんだよ。でね、デブは食いすぎって決まってんだよ。それなのにね、ニュースで言ってるから、世界のニュースで言って、世界のニュースで言おうが何しようがデブは食いすぎだよな。ね、それ自分の目よりね、ニュースの方を信じちゃうっていうのはさ、おかしいよ。花江ちゃんがね、ひとりさんのこと天才だって言うの。で、世間の人って天才っていろんな何でも方程式は何でもできると思ってんの。ひとりさんの天才っていうのは、パッと見ていらないものはいらないってやらないの。で、いらないもんまでずっと勉強してるやつって天才じゃないよ。アホだよ。人間ね、自分がやれることだけしっかり見てやってりゃいいんだよ。本当にそうだよ。でね、いらねえもんまでやったら大変。人生ダメになっちゃう。人生って一生って一回しかねえんだからね。その中で自分がやること、自分が今いること、これだけしっかりやってりゃなんとかなるんだよ。健康の話。病気の治し方を教えます。この話は信じられる人はこの会場で一人しかいません。私だけです。でも今日はなんか見てると変な人が随分集まってるから、信じられる人がいるかもわかんない。病気って成り立ての病気。3つに分けられるんだよ。成り立ての病気。これは治んないやつ。これ慢性病。半年も治んないと慢性病。その中に難病っていうのがある。で、難病の治し方から教えるからね。で、あと同じだからね。あと全部もっと簡単だよってことね。覚えててね。ここにもいます。難病の人。特徴があります。暗いです。だしょうがないよね。難病なんだもん。暗くなっちゃうよね。それから、被害者。私被害者なんですってハード出てます。わかるよ。だってさ、ねえ、みんな楽しくやってんだもんで、私だけね、難病になんなきゃいけないのって。そういうことだよね。だから被害者見たくなっちゃうよね。で、難病って何なんだろう。難病って何だか分かったら、意外と簡単に治る。斉藤先生、私難病なんです。誰に言われた？大概お医者さんです。隣のおじさんとか、
町会長とか少ないです。どうやって言われた？多分こんな感じです。あなたは難病です。で、こんな感じですね。で、この、あなたは難病ですって、これちょっとわかりづらいよな。で、もうちょっとわかりやすく説明します。あなたは難病です。これわかりやすく説明するとこうなります。悪いな、俺治せねえんだよ。ね、だって治せりゃ難病じゃないもんね。治せねえんだよね。で、治せねえんだよ、悪いのっつってね、私いろんな病院行きました。いろんなとこ行きましたって。日本って学会っつうのがあるんだよ。誰か一人でも治せること発見したら、発見したら、それ全員に教えるんだよ。だから難病っていうことはどこ行ってもダメだっつってんだよ。それをいろんな医者に言ってます。おかしいと思わない？それ。ね。じゃあどうやって治すのって話だよね。ここにガソリン車があります。これに軽油入れたら一発で壊れるよ。一発だよ。でも人間は神が作ったもんだから、一発で壊れねえんだよ。ね。今ぐらい食い物がおかしい時ってないんだよ。甘いもんバカバカ食ってみたり、肉食って野菜食わなかったりね。外国なんか行くとお肉食う習性のあるとこってのは、肉にはレモンがついてるとか、ね。酸っぱいもん取って体中和するようになってんだよ。で中華料理なんかだとお酢が出てんだよ。ね。韓国なんか行くとキムチバカバカ食ってんでしょ？あれ酸っぱくして、でちゃんとバランス取るんだよ。ところが日本人の肉好きは酸っぱいもんは大嫌いだとか、野菜嫌だとかつって。ガソリン車に軽油突っ込むようなことずっとしてんだよ。あとね、空気入れなきゃダメなとこへ。排ガス入れたらおかしいだろ？人間にしたら空気って気持ちのことは気持ちの気だよ。病気になる人の特徴はね、具にもつかねえことにね、くよくよするの。で、具にもつかねえことに怒り出すの。で、それやめなって。ご飯の中に3割でもいいから玄米入れて炊きなって。それで、まともなもの食べなって。ね。俺、お医者さんがいらねえとか言ってんじゃないんだよ。お医者さんっているんだよ。頑張ってんだよ、日本のお医者さんって本当に頑張ってんだよ。くたぶれちゃって自分が病気になっちゃう人いるんだよ。ね。看護師さんだってそうだよ。みんな頑張ってんだよ。ね。みんな自分の悪いのは全然治そうとしないんだよ。ね。で、私、被害者ですみたいな顔してんだよ。被害者なら加害者がいるんだよね。で、加害者って誰って。ね。裏のおばさんかね。隣のおじさんじゃあ、町会長だよ。あいつが悪いに決まってる。病気って中からなるんだよ。自分が好んで食ってんもんだよ。自分の考えて自分で考えてんでしょって。いいかい？命ってじゃ上傘じゃないんだよ。人ってじゃんね。人は一度は叩かれる。この叩かれてる状態が病気なの。神様が、お前いい加減に食い物考えな。ね。考え方考えな。変えなって。いい加減変えなさいって。頭叩かれてんの。それを、いくら叩いても気がつかない。もうバカバカ叩かれてんのに、気がつかないの。ね。で、いつかね、新薬みたいに一発で治んじゃないか。あんたの生活態度が変わる新薬ってどんなのそれ。あんたの考え方が変わる薬ってどんなのって。わかる？いいかい？神の作ったものはどのぐらい精密か今話してあげるからね。俺、風邪ひいてんだよ。俺は病人だよ。病人が教える病気の治し方だよ。先に自分を治せっていう話だよ。いいかい？風邪ひくとね、足がだるくなるんだよ。そう、これね、出歩くなって。出歩くと治りが悪くなるか、人に移すといけないよ。とまず足がだるくなるんだよ。
ね。その後にね、鼻水出てくるんだよ。鼻水出ると鼻の中をきれいに洗うんだよ。それから寒気してくるんだよ。高熱が出ると免疫力が上がって、風邪の菌からなんからみんな殺しちゃうんだよ。で、殺し終わると鼻から黄色い死骸を出すんだよ。ね。細菌の死骸が出てくるんだよ。だから黄色い鼻が出ると大体治るんだよ。OK ですか？それから、癌細胞って1日300とか、ね、何千個かできるんだよ。そこのできた何千個かの癌細胞っていうのはみんな殺してんだよ。昔は一回できたら絶対殺せないって言って、最近分かってきたらちゃんと殺してるんだよ。で、それが今度溜まってきちゃうと風邪ひくんだよ。風邪ひいて熱出すと殺しちゃうようになってんだよ。ね、ところが最近は何でもすぐ熱冷まし飲んだりとか、熱が上がってくと下げちゃったりするんだよ。わかるかい？ね。ひとりさんは、一生懸命こうやって喋ってんのに風邪ひいてかわいそうじゃないの。ひとりさん頑張ってっから、風邪でもひかして、体にできた癌でも殺してあげようって神様の、愛なの。手切りました。手切ったら血が出ます。そうすると、雑菌を洗い流します。そうすると今度かさぶたができて外気を遮断します。で、外気を遮断して中で治し出します。で、治るとかさぶたが取れます。これ、勝手にやります。車があります。俺の車最高だよ。世界最高の車です。釘でガリガリガリって傷つけました。そしたら血が出てきました。で、かさぶたができて、それが取れたら治ってました。そんなのないよね。世界最高の車だってガリガリったらそれで終わりだよな。だから車が壊れたら修理屋持ってくのは当たり前だよ。お任せしますってのは当たり前だよ。だけど人間の体って、ちゃんと自分のやることをやって、それでお任せしますってならいいけど、自分は何にもやんないで、被害者みたいな顔してたら、大間違いだよ。宇宙エネルギー療法だとそうなの。お願いします、お願いします。お願いしますの前に自分のやることやれよって。ひとたびお願いしますって言うと2万人からの人が、あんたのために無償の愛でやってくれんだよって。あんた何やんのって。ね。自分のやることもやんないでお願いします、お願いしますって言ったら、ことが済むと思ったら大間違いだよ。救急車が遅いんじゃないよ。病人、なんていうの？病院がいっぱいでって言うけど、医者って増えてんだよ。患者が多すぎんだよ。日本の食料は7割輸入してて、これが輸入できなくなったら、7割の人間が餓死しちゃうとかって。嘘だよ、あれ。だって米余るほど取れんだよ。玄米って完全食なんで、みんなで玄米食ってイワシでも食ってりゃいいんだよ。誰もあれだよ。餓死なんかしないでみんな健康になっちゃうだけだよ。だって本当だもん。ね。それをね、脅かすようなことばっかし言うの。俺はね、大概安心しなって言いに行ってんだよ。安心しなって話すぐ忘れちゃうんだよ。いくら俺が熱弁振るっててもいい話聞いたと忘れちゃうの。あと脅かされるとずっと覚えてんの。脅かされんの好きだよね。この人見ててもわかるけどね、脅かされたら壺でもなんでも買いそうな人いっぱいいるもん。健康な話終わります。3つ目です。地獄の話です。私はね、地獄の話はお弟子さんにしかしたことないの。お弟子さんは聞いてるの。でも外では話さないの。俺人を脅かすのは嫌いだから。ただ、京都でね、ある神社でね、お参りしてたらそこの神様がね、斉藤さんね、陰と陽の話バランス取ってしてくださいって。それで話すようになった。で、ただ話さないには話さないわけがあるの。ここにいる人ほとんど、全部、みんな揃って地獄行きます。では、皆さんが行く地獄はどんなところか説明します。わかんないようなところ行きたくないもんね。
私この前床屋さん行ったらね、そこの奥さんがね、斉藤さんね、うちにね、すごいいいお客さんでね、特殊能力のある人がいる。どんな人って言ったら、霊視ができるの。で、自分の父親が死んだんだって。で、父親を霊視したらね、薄暗いとこでしゃがんでんだって。親父って言うんだら、おーって言うんだって。で、親父って言ったら、おーって言うから、親父そんなとこにいないで歩きなって言ったんだって。他行きなって言ったらね、寒くて歩けねえんだよってじーっとしゃがんでんだって。で、うちの親父変なとこにいるんですよ。ああ、それ地獄だよ。地獄ってね、寒くて暗くて臭いの。で、地獄ってそこがないの。いくらでも下がある。信じても信じなくてもいい。死にゃわかるから。俺は叱りのために見せてもらった。だから、こうやって話してるの。ただ、いいお知らせが一つだけあります。私は地獄に行かないでいい方法を知ってます。だから皆さんとはもう会えません。このお知らせができることは非常に、嬉しいです。今日ね、地獄で行かない方法を教えます。なんで俺たち悪いことしてないのに地獄行くの？なんで行かなきゃなんないのって思うよね。この世で罪にならなくてもあの世でなる罪がある。無関心の罪っていうのが、これを犯しちゃうの。キリストもね、天国行くのは針の穴を通るより難しいって。マザー・テレサもね、愛の反対は無関心である。怒りとかそんなんじゃないの。恐れとかじゃないの。無関心なの。で、何がそんなにあれなんですかって言うと、自分ところのそばに障害者の施設ができる。反対する人がいる。別に移るわけでも何でもないの。反対するの。罪にならないよね。で、なんで反対するんですかと。理由は一個なの。自分とこの子供に障害がないから。たったそれだけのことで反対する。で、人のことは無関心になる。わかる？この、癌は治る、癌は治せる。これ読みなって読んで、ひとりさんのあれで助かって大感激しましたって手まで握んだよ。ありがとうって手まで握って、ありがとうって言って、それで終わりだよ。人に勧めないの。ね？読んでよかったら自分の友達に勧めるとか、周りの人に勧めるよね。今二人に一人癌で死ぬんだよ。1、2。1、2ってこうなってんだよ。刺してほしいでしょ ?1、2ってこうね。ね。それなのに、自分が感激してなる別だよ。いいことも人に勧めないって。これさ、ひとりさんが倒したドミノで、この幸せのドミノがどんどんいってんだよ。で、そのドミノが自分のとこまで倒れてきたのに、それを、ぐっと、自分のとこでこらえて止めちゃうんだよね。ここで踏ん張ってどうすんのって。ね。そういうことしてっとね、まっすぐ地獄行けるよ。ひとりさんから水晶授かって私ね、お守りのように大事にしてます。お守りじゃないよって。あんた人助けしたいからってもらったんだろって。それなのに、お守りみたく大事にしてますって。まっすぐ地獄行けるよって。本当にそうだよって。この前ね、男の人からの質問で、私は仕事が早いんです。ああ、それでって言ったら、そうすると仕事が終わっちゃうと、同僚のを手伝わなきゃならない。同じ給料で倍も仕事をしなきゃいけないのは、損だと思うんですけど、私の考えは間違ってますかって言うから、いや、間違っていないよって。
だけど嫌な性格だよなって。ね。手伝ってやればいいじゃないね。終わったんでしょね。終わったら手伝ってやればいいんだよ。才能は神がくれるんだよ。で、ひらめく人は、ひらめきによって、人の役に立つって出てくんだよ。よく天才が上か努力家が上かって言うけど、あれ両方もらったもんなんだよ。両方才能なんだよ。努力家って才能なんだよ。だって努力して努力家になったやつっている？もともと努力家だから努力してんだよ。努力して努力家になったんじゃないんだよ。努力家という才能なんだよ。で、努力家は努力して何か成し遂げて人の役に立ちますって出てきたんだよ。それを出てきてこっち来たらこっちのもんだと思って出し惜しみするんだよ。ね、ケチくせえことばっかし言って出し惜しみしてっからろくな人生送れねえんだよって。ね。とっとと手伝う。わかった？ね。仲間がやってたら手伝うの。関心を持つっていうのは、無関心いけないやってのは、何でも関心持てって言ってんじゃないよ。自分がこの本いいなとか、ね。例えば俺のテープ配れって言ってんじゃないんだよ。このテープ聞いていいなと思ったものを何でもいいんだよ。自分がこれは助けになるなってものをやんなっての。で、いつもそうなんだよ。悟りは常に却下にありって、足の下。今ここなんだよ。今ここで目の前にいる人が大切なんだよ。その人に笑顔で知ってることを教えるんだよ。ね。講演会病ってあるんで、どこの講演会でも行くんだよ、それ。ほいでね、頭でっかちになっちゃって、ほいでね、食い物だって食ったら出すじゃん。それを入れっぱなしで頭便秘みたいなやつがいて、そのうち頭腐り出すからな。ね、知ってることは教えるの。ね。頭便秘ってああいうの、本当に。知ってることは教えてあげる。な。この星ってのは学んで教えて学んで教える。どこでも教えられる人いるの。自分がホームレスになったって、1ヶ月もすると新しいホームレスが来ると、あそこ行くとあったかいぞとか、あそこ食い物あるぞとか、絶対人助けてできんだよ。ね。でね、今ここ目の前忘れてるやつ、隣近所のやつに挨拶もしないやついるんだよ。ね。で、目の前のやつに愛想も悪いんだよ。で、そういうやつに限って聞くと、どこどこのアフリカのどこどこの難民が気になってて、アフリカの目の前に人がいるだろうっていうの。本当だよ。どこどこに、小学校を建てようと思ってんです。その前に近所のやつに挨拶しろって。それからその顔やめろって。前もね、精神論者、リークスっぽい親父ってわかるんだよ。人に因縁ふっかけるようなやつって。顔がそうなんだよ。で、斎藤さんの言われる天国とはどんなところですかって言うから、お前みたいのがいないとこ。ね。あんなのがいたとこ天国じゃない。供養の話します。なんか、ひとりさんのお話聞いてると、うちの先祖、いっぱい地獄行ってますよね。行ってるよ。どうしたらいいんでしょう。どうにもなんないよ。だって勉強に行ってんだ。だって勉強に行ってんのね。それでいいんだよね。で、供養したかったらどうすんの？いや、本当に仏壇拝んだりするのいいんだよ。やんなって。だけど、子供が懲役3年って言われたら3年だよね。拝んだって3年だよね。わかる？もし2年で出てきたら拝んだからじゃないよね。中でその子は真面目にやったからだよね。OK ですか？で、拝んじゃいけないんですか？そうじゃないよ。刑務所入ったってほったらかされてるよりたまに面会に行ったりお手紙出してら、ね、お母さんにもう次出てきたら悪いことしないようにしようとかそういう気になるからね。それはいいことなんだよって。ね。ただね、
一番の供養は自分が地獄に行かないこと。ああ、うちからもやっと地獄行かないのが出たんだ。ね、俺たち命ずーっと繋いできたんだ。で、やっと出てくれたんだ。これが最高の供養なの。わかります？供養塔を建てたい気持ち。壺買いたいのわかります？壺買って天国行けるなら俺買います。でかいの買って入ります。さよならして自分で蓋閉めて行ってきます。だけどそんなことダメなの。ここにいる人、波動を見ててわかるけどさ、気をつけなよ。騙される波動がムンムンしてるもん。ろくでもね、占いだとかさ、ああいうの行くと一番最初に言われるのは、あなたはすごい家柄の出ですよ。前世はお姫様でしたとか言うんだよ。真に受けちゃう。自分の顔よく見てみな、お姫様の顔かどうか。ね。男の人は、あなたはね、インドのマハラジャだったとかって。必ずその後ね、あなたがお姫様の時につけてたと同じ首飾りがありますからと、もう喜んで買ってきてぶる下げてんだよ。はっきり言います。前世どんな立派な人でも関係ないです。俺たちリセットされて出てくるんです。ね。先祖のあれ、過去がどうあってこうあって関係ないよ。今世立派に生きたら立派な人なの。前世がどんな立派な人でも今世ろくでもなきゃ地獄行くの。で、前世石川五右衛門だっていいの。ね、石川五右衛門だってなんだって今世人助けしてればいいの。ね。朝起きたらね、今日一日人に親切にするぞって気持ちで起きるの。ね。まあ、例え話だよ。年寄りが荷物持ってたら俺持ってやるんだ。俺そう思ってんの。だけど、年寄りがこのとこ重い荷物持ってんの見たことないの。だけど、そういう気持ちでいると優しさが出るの。だって人に親切にしようってやつ、ブスッとしてるやつ違うもん。で、10年ぐらい前には俺ね、うちの方に小松川橋って橋があるの。長い橋があって。で、そこだらだらなんで大変なの。こう坂で。そこへね、年寄りのとっさんがね、リアカーをね、ずっと引っ張ってたの。で、俺それ見かけたらね、急ブレーキかけて降りてって、後ろから押したの。だって10年ぶりに会ったのに逃すわけにいかないよ。でもね、日頃から親切にしようって思ってないとつい行っちゃうんだよ。だって目がそっち行かないから。で、そういう人ってね、親切にしようって波動が出てる人ってなぜか人に親切にされるの。面白いけどそうなんだよ。自分が出した波動が返ってくるの。だから恐れてる人には恐れが必ず返ってくるの。で、よくね、いいことがあったら悪いことがあって、いいことがあったら悪いことがあって。いいことの次は本当はいいことしかねえんだよ。それをいいことがあって悪いことがあってと、そう思ってんの。で、話聞くと、私こんなに幸せでいいのかしら。いつか悪いことが起きんじゃないかよ。そんなことばっかり言ってんだよ。だから必ず悪いことを呼び寄せちゃうの。ところが、悪いことが起きても、このことからはいいことしか起きないんだって言ってると、これがいいことに結局転化しちゃうの。考え方なんだよ。俺は中学しか出てないからダメなんだって思って生きると、ダメなことばっかし起きるの。俺、学歴で馬鹿にされたことは一回もないよ。俺、人を馬鹿にしたこともないよ。まあ、俺が馬鹿にするってのは難しいよな。俺、中学しか行ってないから。だって、ね。だけど、俺、人のこと馬鹿にしたこと一回もないの。他のことでも。ね。だけど、馬鹿にされんじゃねえかと思ってる人は必ず馬鹿にするやつが出てくるんだよ。本当だよ。高校ででも馬鹿にされる人っているの。俺なんか中学でだって出てないの。大学でだってもっといい大学のやつに馬鹿にされたとかって言うの。ね。たったこれだけ。やめなって。意外と馬鹿にされない方法ってあるよ。馬鹿にしたらぶん殴るぞ。
わかる？なんでかって言うと、弱い者いじめはいけねえんだよ。ね？そんなこと言うんだったら、てめえ得意なやつで、人のことバカにしようって言うんだったら、俺だって得意な手出して、お前ひどい目に遭わせるぞ。ひとりさん精神論者じゃないからね。感情論者だからね。面白いでしょ？うん。人生楽しいよ。来世幸せになる方法を話します。そうだよね、わかるよ。この言葉を覚えておくといいの。女性だったらそうだよね、わかりますよ。どういう時使うんですか？ある女性が来ます。うちのお姉ちゃんひどいの。私のお金使っちゃったりね。ひどいこと昔からいっぱいするの。涙まで流してるの。聞いてる人はね、兄弟仲いいから。本当のお姉ちゃんでしょ？本当のお姉さんがそんなことするなんて考えられない。私にはわからないって言うと同時に、あなたの来世は決まります。間違いなく分からしてくれます。神様分からないって言うと分からしてくれるんです。で、どうせ言うならこう言うの。分かるよ。あんたのお姉ちゃんってそんな人？違うよ。うちのお姉ちゃんいい人だよ。だけどあんたさ、普段嘘つかないよね。涙流さないよね。その人が私に一生懸命言って涙まで流してんだ。私あんた信じるよ。経験したことないと、嘘とかわからないとかって。人間経験しなくったって相手の顔見てりゃ、本当のことか嘘ぐらいかわかるよ。誰かがこうして、私5日間ご飯食べてないんです。5日も食ってないのかって。楽屋からさ、誰かご飯持ってきてあげて、食べなとかって言うじゃない。それを、5日か。俺は毎日食ってんだよ。わからないな。愛のないこと言っちゃダメだよ。ある奥さんが来ます。うちの旦那ね、家ですごい横暴なの。涙まで流してるの。ね、それを、その旦那知ってる奥さんが、嘘よ、いい旦那さんじゃないの。って言うと同時に、あなたの来世は決まります。間違いなく外面良くて内面の悪い人と結婚します。たったそれだけなの。何でもわかるよって、自分の意見言っちゃいけないんじゃないよ。そうだよね、わかるよって言ってから自分の意見言うの。そうだよね、わかるよ。だけどさ、内面悪くて外面の悪いのもいるよね。反対にさ、内面良くて外面悪いとあんた表歩けないよね、とかね。何でもいいの。そうだよね、わかるよっていう、それから言葉を言うだけの幅があったら、人は来世幸せになるし、魂が成長するから来世幸せになるんだよ。だから今世だって、それができりゃ幸せになる。ところが日本人はほとんどね、相手が喋ってる間聞いてないの。何してるかっていうと、次に自分が喋ることを考えてる。それで話し終わるのを待ってて、そうだよね、わかるよも言わないで、自分の意見言うの。ひどいのなんかになってくると、途中で割り込んででも自分の意見を言うの。で、相手が話してる間も唇なんか舐めちゃって、もう話すことばっか考えてんだよ。そうだよね、わかるよ、それから話しな。たったこれだけで幸せになるよ。で、この前これ教えてあげたらね、お父さんとすっごくね、仲悪かったね、親子がいたの。それがね、相手が言うと言い返す。それが、そうだよね、わかるよ、つってから言うようになって、すっごくね、親子関係良くなっちゃったの。これね、魂の成長なの。八方塞がりの時ってあるの。どうにもなんない時ってあるの。困ったって時、上に上がるの。魂を上に上げちゃえばいいんだよ。ね。ちょっと神的に考えたらこれなんだろうって、上に上げたら問題は解決するんだよ。
ごっつんごっつんやってる時は、いいかい？横に逃げようとしてるんだよ。魂を上に上げちゃえばいいんだよ。たったそれだけなんだよ。わかりづらいかい？素晴らしいですか。ありがたいな、褒められちゃった。来世の話終わっちゃった。これで終わりだわ。最後にもう一つだけ話します。道の話します。私には私の道があります。みんなにはみんなの道があります。人生って道があるんです。自分の道しか歩けません。人のこといくら羨ましがったってダメです。それから、まあ、人間って意外と自分の道ってね、まあ大体は平凡なんだけどさ、平凡な話って分かりづらいから、ちょっと俺こう波つけた話するんだけど、自分の道をふてくされながら歩く人います。大概の人はね、ふてくされて、今日ふてくされたら明日は機嫌良かったりなんだよ。だけど、ふてくされてる方が多いと、人生に分かれ道つながるの。神にしか見えない。必ず悪い方行くの。で、また歩いてるとまた分かれ道があるんだよ。また悪い方行くの。プラスマイナス0点ぐらいだと大体自分の道歩いてんだよ。ところがマイナスが多くなってくると悪い方へスッと行くんだよ。ところがね、幸せだねとか、会った人にこんにちはとかって、いやーご飯食えて幸せとかつってるとね、いい方行っちゃうんだよ。で、また歩いてるといい方行くの。だからプラスマイナスでプラスの方へプラスの方へって持ってって、人生っていくらでも良くなっちゃう。俺が20歳前の時だけど、手相を見せてくれって人がいたの。日本一の駅舎だったの。で、見せてあげたの。そしたらね、あなたは一生金持てませんって言うの。で、俺言ったの。あんたがこの手相なら持てない。だって持てないと思ってんだろって。で、俺手相見たりするんだよ。人相も見るんだよ。手相ってシワだよ。ただのシワだよ。これ考えたことある？それをね、このシワだからどうだとか言われたっていちいち気にしてるやつって必ず悪い方行くの。このほくろがとか。ね、人に悪いことやると頭の中そればっかしなの。駅舎さんにこう言われましたとか。そんなことばっかり言ってんの。いいかい？この手相で十分です。これ神がくれたんだよ。手のない人だっているんだよ。こんなシワが何なの？斎藤一人って名前は随分寂しいお名前ですね。寂しかねえよってな。ね？神がくれたもんにイチャモンつけちゃいけないの。ね？この手相で結構です。この名前で結構です。それで、楽しく幸せにこうやって生きてるといい方に行くの。たったそれだけなんだよ。わかるかい？ね？それを、こう言われました、ああ言われましたって。何なんだよ、それって。麻雀だって、ポーカーだって、最初に配られた手に文句言ってるやつで勝ったやつはいないよ。そこから始めるんだよ。ね？それを最初から文句言ってて何なんだよ、それはって。ね？手相もクソもねえよって。人間考え方のが上なんだよって。俺は人相見て外したことないほど当たるって言われるんだよ。なぜかっていうと、楽しいやつは楽しい顔してんだよ。暗いやつは暗い顔してんだよ。このまま暗い考えで行くとどこ行くかって、下り電車だってそこの下り乗っかってきゃどこ行くかわかるよ。いちいちシワなんか見てちゃしょうがねえんだよ。症状を見るんだよ、症状。ね、昔日本で一番の駅舎になったやつがね、おんぼ焼きって死体焼く仕事やってたの。
で、死んでる奴の手相見るんだよ。金持ちの相になって全然金持ちじゃねえ奴がいるんだよ。幸せそうなね、絶対幸せになる顔なのに、子供たちがね、棺桶置いて逃げちゃうような奴もいるんだよ。で、何が違うんだったら考え方なんだよ。考え方の方が上なんだよ。出してる波動の方が上なんだよ。ね。名前変えたんですって。名前変えてなんかいいことあったかって何にもねえの。いいことあったのは、名前変えて金もらったやつだけだよ。そんなもんだよ。ね。ひとりさんファンだって言うんだとしたらね、これで結構です。駅舎にこうやって言われたら、あ、これで結構です。この人相で結構です。この名前で結構です。これで私明るく楽しく生きますからって。たったこれだけなの。これが言えるかどうかだよ。それで運勢なんかどんどん変わるよ。ね。ああ言われました、こう言われましたって。寝ないで言ってろっつうんだよ。こっちは寝るんだよ。なんか、最後に楽しい話して終えましょう。ひとりさんといるとね、大丈夫かい？もう全然ないよ。ひとりさんといるとさ、ディズニーランドより楽しいって言ってくれるのね。で、まあうちのお弟子さんは俺といるのが好きだからな。それはそれでいいんだけどさ、俺本当に楽しいの。で、なんで楽しいんですかって言うとね、楽しいこと考えてるからな。で、楽しい人って楽しいこと考えてんだよ。で、私つまんねえんですって言う人はつまんねえこと考えてんの。ほいでね、腹の立つやつはね、いつも怒ってるようなやつって腹の立つこと考えてんだよ。で、家帰ってきて、お前なんでこんなとこ雑巾置いたんだって言うけど、あれ雑巾見っける前に怒ってんだよ。本当に。あれ雑巾でもごぼうでも何でもいいんだから。なんでこんなとこごぼうがあんだとかって言うんだよ。ほいで何にもめっかんない時が一番腹立つんだから。そうすると今度昔のことまで持ち出すんだ。済んじゃったことまで持ち出して、お前そういえばとかっていう。ね。それでね、人間腹の立つこと考えて幸せになりましょうとか、つまんねえこと考えながら面白く生きましょうってできないよって。だって考えてることがあんたなんだよって。俺のお弟子さん修行があって、大まかに言うと俺の教えって簡単なの。大概のことは我慢しろって。我慢すれば人間関係ってうまくいくんだよ。ただ我慢しすぎると自分が壊れちゃうんだよ。ね、で我慢がねえと人間関係が崩れちゃうんだよ。でそこのバランスを取んなきゃいけないんだよ。で嫌なことっていっぱいあるよって。この日本っていう国はアメリカと違うんだよ。アメリカって金持ちになってもうえばってのようにしていいの。ボクシングでも何でもチャンピオンになっちゃったらなんか何言ったっていいの。生意気なこと言っててもみんなが拍手するの。日本って違うんだよ。日本っていう国は上になればなるほど実れば垂れる稲穂かなって謙虚になってこないといけない国なんだよ。ここにいる神様がそういうことを許さねえんだよ。要するにえばるってこと。だから会社やなんか起こして出世したやつっているじゃない。出世すりゃえばれると思ってんだよ。ところが頭下げることが多くなってくるんだよ。それが自分の思い通りにいかないから、金持ちだとか出世したやつでのべつ怒ってるやつっているだろ。あれね、えばれると思ってるの。ところがこの国は許さないんだよ。金持ったら、地位が上がったら謙虚にしなきゃいけない。昔恵美子社長ってうちの仕事する前にね、都内の一流ホテルでね、指圧の先生だった。そしたら、20歳ぐらいの時ね、俺がね、センチュリー乗ってて、私の友達センチュリー乗ってんのよって話したの。そしたらね、寝てた人がだよ、パッと起き出して、ありがとうございますって言ったの。だからトヨタの社長だったの。
ね、トヨタの社長、日本一の会社の社長になったらえばれるんじゃないの？あっちもこっちもお客さんで、頭下げてなきゃなんねんだよ。偉くなるってことは頭下げることが多くなるってことだよ。これが、この日本って国なんだよ。それで、俺たちさ、嫌なことあるじゃない。そうすると、笑えることに変えるゲームしてるの。で、これができないとみんな幸せに生きれないからね。この前会津行ったの。福島県に会津とかってね。で、そこで公園の前に蕎麦屋入ったらね、遅いの。本当に遅いの。出てこねえんだよ、ずっと。その時ね、俺が言ったの。今日は昼から解析ですね。そうするとね、ふっと笑えるの。市が行ってね、蕎麦食ったらまずいんだ、その蕎麦が。で、あんまりまずいんで俺思わず言ったの。この蕎麦はすごい。蕎麦から出汁を取ってるんです。飛騨高山行ってね、もう暑くて喫茶店入ったらね、そこの人ね、電話してんの、ずっと。で、俺たち入ってんのに、水も出ねえんだよ。で、ずーっと電話してんの。その時俺言ったの。俺たち旅人が求めてるのは、インパクトだ。だからもうね、飛騨高山って言うとあそこしか思い出さないもん。もう次絶対また行くんだよ、俺は。もう決めてんだ。津軽33カ所って青森でね、達比岬の方行った時ね、旅館泊まったの。で、またそこの、今日はどちらへ泊まるんですかってお寺の人に、なんとか旅館ですって黙っちゃったの、その人。危ないな。危ないなと思ったら、それで行ったらね、薄い布団なんだけど、重いの。今日は1枚で10枚分の楽しみがありますね。布団10枚かけてるぐらい重いの、その布団が。面白かったよ。で、お料理はいつでもお料理は、食事はいつでもできますかって、いつでもできるよ。ずーっと前から出てんだもん。そうするとね、もうそこの旅館のことでね、俺たちね、もう10年ぐらい、遊んでられるの。だからね、人間ってなんかね、嫌なことじゃなくてね、どうしたら面白く変えられるかなっていうね、ことをやってないとね、楽しく生きれないよ。で、俺がこの話したらね、その人ね、もうどっかでまずい蕎麦屋ないかなと思って、探してるんだって。で、あったらこれを言わなくちゃと。普段俺はくだらないことを考えてます。講演の時だけです。みんなおかしなこと言ってるようだけど、講演の時だけです。私がまともな話してるの。あとは本当にね、バカバカしいことを考えてます。で、そのバカバカしさは半端じゃないです。この前もニコニコしてたら、ひとりさん今何考えてんのと教えてやろうかって教えた話があります。もしもし地獄って話です。ある人が死にました。で、このある人を自分だと思ってね、お前、もしもし地獄行きなさいって言われて、その人は、もしもし地獄行きました。そしたら、いいとこです。こうやって見渡してね、いいとこだな、花咲いてるし、鳥が飛んでるしね、こんないいとこないな。それでね、景色もいいんだけど、人間が優しいの。会う人みんな優しいの。いいとこだなーつってね、芝生に腰掛けて風に吹かれてたらね、幸せになって眠くなっちゃって、寝ようとしたらね、もし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 って起こされるの。で、ここを寝かしてくれないの。で、
寝ようとすると、もしもし。それでもう、5日目。もう眠いの。なんとか寝られねえかなと思って、その人このまぶたの上に目描く。はーって目描いてね、もう目パッチリで、これで寝れるってね、ほいでね、起きてるふりして寝ようとするとね、もし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 起こされるの。皆さんやるんですよ。大概5日目になると目描くんですよ。10日目になるとね、人間神経に限界が来ちゃう。で、もしもしってやられるとね、うるさいって。もう、ほっといてくれって。つってね、暴れ出すの。で、もう家なんか壊してめためた暴れるの。そうすると、わかりますよ、その気持ち。好きなだけ暴れてくださいって言って、もうね、暴れて暴れて、ヘトヘトになって、うーっと寝ようとすると、もしもし。もしもしって起こされるの。で、また5日ぐらい経つとね、今度は、今日はね、サイクリング行きましょう。気持ちいいですよ。風が当たってても、いや、絶対、俺寝てないでサイクリングとか絶対行きたくないって。そんなこと言わないで行きましょうよって言ってもね、自転車なんかこんなになっても、漕いでね、行くの。そうすると、あら、芝生でね、サンドイッチ食べましょうって、美味しいですよって。サンドイッチ食べながら寝ようとすると、もしもし、もしもし、起こされるの。明日はね、あの高い山、あれ登りましょうって。いいですよ。もしもし地獄全部見れるんですよ。最高ですよ。あそこへ登りましょうって。嫌だって。寝てないで山なんか登ったら俺死んじゃうからって。ここ死なないんです。重いリック背負わされます。それで言われます。中に入ってる寝袋出してください。寝られませんから。それでね、山の上までふらふらして連れてかれて、ほら、いい景色でしょって。こんな辛いとこない。こんな辛い地獄ないって、その人が言うとね、あなたね、ここにもたった一つだけいいことがあるんですよ。何ですかって言うと、明日一日、一年で一日だけ寝られる日があるんです。本当ですか？一日寝てていいんですか？そうですよ。一日中寝てられるんですよ。もう待ち遠しいの。で、次の日になって、ああ、今日俺寝れるんだっつって寝ようとすると、もしもし、もしもし、起こされるの。今日一日寝ていいって言ったじゃないですか。何言ってんですか。今日4月1日ですよ。エイプリルフールじゃないですか。さあ一緒に笑いましょう。笑えない。笑う気になれない。ところで、このもしもし地獄って、あと何年ぐらいいるんですか？早い人で100年です。あなた150年ですね。150年ですか。そんなにいるんですか。ところで、なんでこんなもしもし地獄って熊がいるんですか？あの熊ですか？最初はみんな目の下に熊ができるんですよ。で、最後には熊になっちゃうんです。ひとりさんがね、人生ってそんなに嫌なもんじゃないぞ。仕事ってさ、そんな嫌なもんじゃないぞって言っても、私辛いんです。辛いって何と比べてんだ？俺はもしもし地獄に比べたら辛くないっつってんだよ。今日ね、帰ると嫌なことあります。会社行くとえばってる人います。そういう時、もしもし地獄に比べたら、寝れるだけで幸せです。何かあった時ね、
ふっと笑えたらもうその苦労に人は負けてないんです。なんかさ、暇な時にさ、応用してね、誰かサッカー好きだったら、あなたサッカー好きでしたね。明日、サッカー場用意してあります。いや、寝てないのにサッカー。あなた、お茶やってましたね。お茶飲みたくないとかね、勝手にね、楽しいこと考えてると楽しくなるよ。それで楽しいこと考えてると楽しいことを呼び寄せるよ。今日はすごく楽しく話できました。ここに来ている人全員一人残らず一緒に天国に行ってそこでパーティーを開きましょう。どうもありがとうございます。斉藤ひとりさんのお話ありがとうございました。幸せや成功についての考え方をお伝えしますね。まず光の玉が教えることについて考えてみましょう。それは私たちが幸せになるための鍵を持っているということです。幸せの形は人それぞれであり、望みや変化を求めることなく、それに対応する波動が戻ってきてしまうという考え方も興味深いですね。またプラスとマイナスのバランスを保ちながら魂を磨いていくことも大切です。困難や試練は成長の機会であり、その過程で愛や協力が大切だという考え方はとても共感できます。競争でなく協力し合いながら成長していくことがより豊かな人生を築くための道だと感じますね。またプラスとマイナスのバランスを保ちながら魂を磨いていくことも大切です。困難や試練は成長の機会であり、その過程で愛や協力が必要だという考え方はとても共感できます。経済についても興味深いお話があります。不況が続いたり経済が引き潮になることもあるけれど、必ず上向きの時期が来るという考え方は希望を持たせてくれますね。食事や健康についてもバランスを保ち、内面から健康を大切にすることが病気を予防する大切な要素だというのも納得がいきます。そして最後に興味深い点として、無関心が罪になるという考え方がありますね。地獄へ行くというのは自分の心の在り方や行動に責任を持つことの重要性を示しています。ただ流されるのではなく、意識を持って生きることが大切だと感じます。斉藤ひとりさんのお話からは、ポジティブな考え方、愛、協力、意識の重要性など、生きる上で大切なことがたくさん学べますね。彼の教えを心に留めて、より豊かな人生を築きたいと思います。感謝してます。